おはこんばんは、オリーブです。今回はエブリィのハイマウントストップランプの電球を交換していきます。この動画はポンコツなオリーブの提供でお送りします。本当これなので真似される方は自己責任でお願いします。そしたら今回の作業の流れなんですが、まずはハイマウントストップランプを正規の方法で外すのは難しいというのを見てもらってから、こうやって外した方が楽じゃないっていう方法を説明して、最後にちょっとした豆知識や変わった外し方を紹介していきます。車種はエブリィの DA64V6 型になります。なんで交換するかですが、電球が切れてるからですね。今の状態を見てみると、ブレーキペダルに棒をつけて、こんな感じで電球4つのうち右2つが切れてますね。なので電球を交換していきます。ストップランプの電球を変えるとき、通常はこの裏にあるグロメットっていうゴムの部品を外して、ストップランプを外して電球を交換していきます。こんな感じで2つグロメットがついてますね。ちょっと真ん中のドライブレコーダーが邪魔なので外します。まだちょっと真ん中の金具邪魔ですけど、これ両面テープでついてるのでそのままにして、そしたら今度はこの2つのゴムのパーツを外してみます。こういうちっちゃいドライバー使っていきます。先端の小さいマイナスドライバーは使いづらかったので、標準的なサイズのマイナスドライバーに持ち替えました。はい、これで穴の中にアクセスできるようになりました。で、この穴からこういうマイナスドライバーとかを使って中にある爪を押しながらハイマウントのストップランプ外すんですが、この正規の方法だとすごくやりづらいんですよね。一旦別の方法で外して中の方実際に見ていきます。この下の方から適当なものを差し込んでストップランプの方を外していきます。ストップランプの下微妙に隙間があるんですよね。見えるかな？使う道具はこういうプラスチックのヘラですね。先端が薄いものの方が使いやすいと思います。そしたらストップランプの方外していきます。4箇所爪がついているので端から順々に外していきます。外すときはヘラの角を使った方が外しやすいと思います。そしたらこれから外していくんですが、ストップランプに防水するためのゴムみたいなパーツがついているので、それを切らないようにするために車体側にテンションをかけながらヘラを当てて外していきます。はい、これで今一番端の爪が外れている状態なんですが、手離すとまた戻って爪が引っかかってしまうので、手前側にテンションをかけながらストップランプ外していきます。光に当てると爪の位置が見えるので、そこに合わせてヘラを差し込んでいきます。こんな感じでストップランプの下側が浮きましたね。あとは引き抜いていきます。そしたら外さなくても電球の交換はできるんですが、撮影しやすいようにカプラーの方外していきます。カプラーの外し方は、ここの部分爪が引っかかってるので、何か細いもので押して引き抜くっていう感じですね。適当な小さいマイナスドライバーで押して、硬い。自作のカプラー外しで押してみます。硬いね。なんかもう、カプラをってやってクイックイックイってやったら外れましたね。はい、これが外したハイマウントのストップランプですね。この状態でついていて、爪がこちら側についていた状態ですね。裏返してみると、ここに爪が4つついてますね。さっきプラスチックのヘラで押していた爪がここの4つになりますね。で、位置関係で言うと、このストップランプがこういう向きでついていて、このサービスホールに重ねるとこんな感じになるんですが、内側の爪2本は穴からマイナスドライバーを入れても届くんですが、この外側2つはマイナスドライバーの触れる方向がだいたい決まっちゃうんで、
角度的にも距離的にも一番外側の爪を押すのが難しいんですよね。少し調べてみると、なんか整備士の方はマイナスドライバーでやってる人もいたみたいですけど、結構実際に作業してみるとやりづらいんですよね。補足ですが、これ左が小さいマイナスドライバーで外した方で、右が標準的なマイナスドライバーで外した方のグロメットですが、多分材質が柔らかいゴム素材なので、簡単に左みたいに穴が開いたり切れてしまいます。そういう意味でも、グロメットから作業するのはやりづらいなと感じます。なので、外側からヘラとかで外した方が楽かなと思います。ただ、プラスチックのヘラを使ってると言っても、このストップランプの縁に、こういうゴムの防水用のパーツがついているので、このゴムをなるべく切らないようにするために、外すときは車体側にヘラをなるべく押し付けた方がいいのかなと思います。サービスホールから外せるなら、その方がいいのかなと思います。どうだろう。今見てる限りだと、ゴムが切れたりとかはしてないので、あのやり方でもいいのかなと、個人的には思っています。そしたら、ストップランプの電球の方ですね、外していきます。これはすごく簡単で、ソケットを左に回せば外れます。こんな感じで回して、抜くだけですね。残りも外して、はい、あとはソケットに電球がついているので、これを引き抜きます。はい、で、引き抜けたので、新しい電球を使っていきます。で、LED を使う場合は、表と裏の向きが決まっている時があるので、確認しながらソケットに取り付けた方がいいと思います。なんか全部いっぺんに外したら、ここの金具外れちゃいましたね。これを1個ずつ交換した方がいいのかな。よし。こんな感じで戻せましたね。そしたら新しい電球だな。アナログが好きなので、ハロゲンタイプの方を使っていきます。で、確か 12V5W のもので良かったと思います。規格が T10 というものですね。で、電球を触るとき、素手だと手の油が汚れて電球に良くないらしいので、手袋をつけて電球の方取り付けていきます。片側2箇所しか電球切れてなかったんですが、全部一気に変えた方がいいのかなと思います。ストップランプ外すのも少し大変ですからね。そしたら開けていこうかな。で、LED の場合は向きが決まってたりすることあるんですが、ハロゲンの場合は表と裏ないはずなので、表裏気にせずソケットに挿していきます。ただ、電球を差し込むだけですね。よし。これで4つ全部電球をつけられたので、電球をつけたソケットを本体に戻していきます。切り欠きがあるので、これにソケット側の切り欠きを合わせて、はめたら右に回すと固定できますね。そしたら残りの電球も同じようにつけていきます。そしたら車体の方に戻していきます。まずはカプラーを刺そうかな。よし。で、ストップランプ戻す前に光るか確認した方がいいですね。電球の初期不良とか LED でのプラスマイナス間違えてた場合光んないので、はめてしまうとまた外して付け直さないとダメですからね。軽くポンって置いとこうかな。そしたら光るか確認してみます。どうかな？全部ちゃんと光ってるね。 OK。 戻すときは押し込んではめるだけですね。よし、はまったな。 OK。 はい。で、先ほどヘラで外したんですが、どうやら PP バンドでも外せるっていう情報を見つけたので、ちょっと試してみたいと思います。この PP バンドを切って4つ用意すると。そしたら、この4枚の PP バンドをさっきの爪に全部はめればバコッといくんじゃないかという感じでやってたので、試してみます。これは PP バンドを直でもう刺すのかな？それともヘラで広げて押さえるだけなのかな？あ、いや、いけんな。ここいけない。あ、これいけるな。角で。いける。今度は画角を変えて正面から見てみます。 PP バンドの角の方を爪に刺しながらやるといけますね。これはいい。楽だな。
外せましたね。最後全部落ちちゃうけど。ヘラと PP バンドなんですけど、ヘラでもまあいいとは思うんですが、PP バンドのいいところは柔らかいので、ストップランプの防水のためのゴムのパーツを傷みにくいんじゃないかなと思います。それともう一ついいところは、4枚同時に刺すので、ストップランプを指で手前に引っ張りながら作業しなくていいってことですね。いいのは PP バンド。ただ無理して PP バンドを用意するまでではないかなという感じです。はい、いかがだったでしょうか。今回はハイマウントストップランプの電球を交換しましたね。整備って本当にいいですね。さよなら、さよなら、さよなら。